戦艦陸奥、大日本帝国海軍が建造した長門型戦艦の2番艦である。 AI で色を入れる 41cm 主砲8門を搭載した当時世界最大級の戦艦である。長門と並び世界の7大戦艦の一つに数えられた。しかしこの戦艦はほとんど戦うことなく海に沈んだ。1943年6月8日12時15分、柱島の白地で突然の大爆発が起きる。1474名の乗組員のうち1121名が戻ってこなかった。何が起きたのか今も特定されていない。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。放置中の陸奥、1921年海上での一枚である。陸奥の建造が始まったのは1918年6月1日、横須賀海軍工廠の第3船台。浸水したのは1920年5月31日、そして1921年10月に14日竣工。艦名は本州の北青森県を含む旧国名陸奥国から取られた。長門の姉妹艦として海軍の主力戦艦の地位を引き継ぐことになる。基準排水量39,050トン、全長 224.94 メートル、45口径41センチメートル、連装砲4機8門、最大速力25ノット。世界に通用する新世代の戦艦が一つ誕生した。戦艦機の陸奥、米国議会図書館に所蔵されている一枚である。陸奥は88艦隊計画の最後の花として生まれた。88艦隊計画、戦艦8隻、巡洋戦艦8隻を保有する日本海軍最大の建艦計画である。ワシントン軍縮条約により計画の大半は中止された。しかし陸奥はすでにほぼ完成していた。そのため特別に保有が認められる。陸奥は国民の寄付金からも建造費用の一部が集められた。教科書に載り、戦艦の代名詞として子供たちに知られていく。そしてその象徴的地位は太平洋戦争の前まで揺らがなかった。戦艦機の陸奥、煙突、艦橋、主砲塔の輪郭がはっきり見える一枚である。陸奥の艦艇は2本の太い煙突と塔のような艦橋を持っていた。大正末期、海軍はこの戦艦を艦隊の中核に置いた。連合艦隊機関の任務には姉の長門が当たった。陸奥はその両艦として共に行動する。長門と陸奥、長陸の組。これが戦艦機の日本海軍を象徴する2隻となっていく。1927年、軽巡洋艦龍華を手前に長門と陸奥が並ぶ一枚である。長門型は姉の長門と妹の陸奥、主砲、装甲、機関ほぼ同じ仕様で建造された。両艦はいつも共に行動した。演習でも艦艦式でも長門と陸奥は艦隊の左右に並んでいた。陸奥の艦長は海軍の中でも栄誉ある地位とされていた。長門と陸奥、両艦の艦長を歴任した者は海軍の最高峰に近づくとされた。1928年、山口県三田尻沖。手前から扶桑、長門、そして奥に陸奥、帝国海軍を象徴する3戦艦が並んだ一枚である。三田尻、現在の山口県防府市。陸奥の母港呉に近く、艦隊の停泊地としてしばしば使われた。地元の人々は海の向こうに戦艦の影を見て暮らしていた。陸奥は
訓練の合間にここに碇泊する。そして士官たちは上陸して町に降りた。戦艦と市民と町の風景、戦争の前の平穏な時代の一枚である。演習中の戦艦陸奥、主砲塔と艦橋、煙突がはっきり見える一枚である。陸奥は毎年艦隊大演習に参加した。主砲射撃、防空戦闘、機関訓練、連合艦隊の主力として若い士官たちはこの艦で海軍の基礎を学んだ。実戦はまだ遠い未来の話だった。しかし世界の情勢は確実に戦争に向かって進んでいた。ロンドン軍縮条約、満州事変、日中戦争、平和な訓練の時代は終わりを迎えようとしていた。陸奥の主砲塔45、口径 41cm 連装砲4機8門の一つである。陸奥の主砲は45口径 41cm 砲、砲身長約18メートル、砲弾重量1トン超え、最大射程約 30km。当時の世界の戦艦と比べても最大級の打撃力を持っていた。主砲塔は艦の前部に2機、後部に2機、それぞれが回転して左右どちらにも打ち分けられる。そして1番、2番、3番、4番の番号で識別されていた。そのうちの3番、砲塔。それが1943年6月8日、爆発の中心とされた場所である。陸奥、伊勢、そして扶桑、帝国海軍の主力戦艦が集合した一枚である。1930年代、連合艦隊、戦艦長門、陸奥、伊勢、日向、扶桑、山城、そして巡洋戦艦の金剛、春名、霧島、比叡、合わせて10隻の主力艦が太平洋を守っていた。陸奥はその中でも長門と並ぶ最強級の戦艦。国民は教科書でこれらの戦艦の名前を覚えた。そしてそれぞれの艦に独特の物語を与えていく。1940年、陸奥、記録、映画の静止画として残された一枚である。1940年、後期、2600年、日本は戦争への道を進んでいた。陸奥は近代化改装を経て姿を新たにしていた。日本煙突を一本に統合、環境を複雑な塔構造に改装。それは長距離砲戦を強く意識した改装であった。しかし戦争の主役は戦艦から航空機へと移りつつあった。その流れに陸奥は間に合わなかった。陸奥、1940年、煙突と艦橋の改装後の姿である。1941年12月8日、太平洋戦争開戦。陸奥は連合艦隊主力として瀬戸内海にあった。機動部隊はすでにハワイへ向かっていた。陸奥に出番はなかった。ミッドウェー作戦、1942年6月。陸奥は主力部隊として出撃するが、空母4隻の喪失を受けて引き返す。8月、近藤信武中将の前進部隊に編入され、トラック白地に進出。第二次ソロモン海戦に参加するが、対空戦闘のみで米艦隊との交戦はなかった。そして1943年、陸奥は内地の柱島白地に待機していた。戦わぬ戦艦と囁かれるようになる。戦艦陸奥、米国議会図書館に保管された一枚である。1943年6月8日、陸奥は柱島白地の第一浮揚、いわゆる機関部位に在留していた。午前中、艦長の三好輝彦大佐は扶桑艦長鶴岡新道大佐を訪問した。二人は同期生で、若い頃共に潜水艦で苦労した特別親しい仲。うちで昼飯を食っていかんか、鶴岡が勧める。しかし三好は断った。いや、
今日は一時までにブイを刈らなくちゃならんから、三好は扶桑を自居し、内場邸で陸奥に帰った。その直後だった。12時15分、陸奥の3番砲塔付近で大爆発が起きた。陸奥の艦艇、戦艦機に撮影された一枚である。爆発音は腹に応えるような強烈なものだった。陸奥の南東約8000メートルにいた慶順流田津の司令官木村進少将。ナイフを置いてデッキへ出た木村が見たのは、霧の上に立ち上るキノコ雲。陸奥の巨体は2つに折れ、艦尾だけを残して2分後に海面下に消えた。艦長三好輝彦大佐は9日目に潜水員の手でようやく発見された。乗組員1474名のうち生存者は353名のみ、1121名が戦死。陸奥が消えた事実は徹底的に秘匿された。生存者は長門に南京、陸奥という艦名を口にすることも遠慮させられた。そして爆発の原因は今も結論が出ていない。陸奥、1940年の姿。記録映画のもう一つの静止画である。塩沢浩一大将を委員長とする査問委員会が組織された。しかし結論は出なかった。上がった説は複数ある。第一に三式対空弾の自然発火説。第二に上官におのみを抱いた兵による自爆説。爆沈当時、陸奥では時計や現金の盗難事件が頻発していた。容疑者として取り調べを受けていたある二等兵曹そのものが証拠隠滅のため自ら官と運命を共にしたのではないかと、これが最も真相に近いとされた説である。第三に戦後出てきた駆逐艦使用による爆雷誤爆説。陸奥爆沈の約1年半前、対潜哨戒準備中の駆逐艦使用、水深25メートルに起爆点をセットした爆雷を1個落としていた。そしてそれはちょうど陸奥爆沈地点だった。その事実は上級士官に報告されなかった。そして80年経った今も真相は闇の中にある。引き上げられた陸奥の砲塔。1970年、山口県周防大島の浜に挙げられた一枚である。爆沈から27年後の1970年、陸奥の艦隊引き上げ作業が本格化した。機材は徳山下松港から運ばれた。引き上げられたのは主砲塔、副砲、艦橋部品、そして艦尾の菊花御紋章。引き上げられた 41cm 主砲塔、現在横須賀ベルニー公園周防大島の聖博物館などに展示されている。艦尾の御紋章は長らく靖国神社の優秀館に収蔵されていた。大和ミュージアムには陸奥のスクリューが展示されている。戦わずして失われた戦艦の遺品は今各地で人々の目に触れている。戦艦陸奥、長門型の2番艦として1921年横須賀海軍工廠で完成した。41cm 四方8門を搭載した当時世界最大級の戦艦。国民の象徴として戦艦機の日本海軍の花であった。姉の長門と並ぶ海軍最強の2隻。国民は教科書でその名を覚え誇りに思った。しかし太平洋戦争では陸奥が前線で戦うことはほとんどなかった。戦艦の時代が終わりつつあったのである。1943年6月8日12時15分、柱島白地に怒り多幕中、陸奥は突然の大爆発で2つに折れて沈んだ。艦長三好輝彦大佐以下1121名が戦死。爆発の原因は今も特定されていない。戦後の引き上げで主砲塔と艦橋の遺品が海から戻ってきた。横須賀、周防大島、呉、それらは今各地の博物館で人々に見られている。戦わぬまま
戦艦であった陸奥が唯一残した姿である。あなたのご家族、ご親族の中にも陸奥や柱島白地に関わった方がいるかもしれない。その経験について語り継がれているものがあれば、ぜひコメントで教えてほしい。先人たちの犠牲の上に今の平和な日本がある。カラーで蘇った写真の中に、彼らは確かにそこにいた。戦艦陸奥に乗っていた人々として。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。